思考実験シリーズ。今回は、嘘つきのパラドックスを取り上げるよ。おお、ついに来たね。嘘つきのパラドックスは、多分、聞いたことがある人も多いと思うけど、色々と誤解されることも多いパラドックスだから、そのあたりも詳しく解説するね。まず、一番初期の哲学者エピメニデスのパラドックスを見てみよう。エピメニデスは激怒した。必ず人々の怠惰と無知の心を除かねばならぬと決意した。何を怒っているんだろう？奴らはバカ者だ。大神ゼウス様の墓など建ておって、我らが、今も平和に暮らせていることこそ、ゼウス様が不死である証ではないか。クレタ人は、皆嘘つきで、獣であり、怠け者である。不死であるはずのゼウスの墓を建てた民衆への怒りを表したエピメニデスのこの一言が、その後、多くの哲学者論理学者を悩ませることになる。すべてのクレタ人は嘘つきである。この発言自体には問題はない。ただ問題は、エピメニデス自身もクレタ人であるということなんだ。なるほど。私自身が、私は嘘つきであると発言した時に、嘘つきか、嘘つきでないか決められなくなるから、嘘つきのパラドックスなんだね。パルメニデスのパラドックスは、現在知られる嘘つきのパラドックスとは少し違うんだ。そこら辺が、よく誤解されるから、今回はそこも詳しく説明するね。一つ目の解釈は、すべてのクレタ人は嘘つきであるとエピメニデスが言った。そしてエピメニデスはクレタ人である。このことから、もしすべてのクレタ人は嘘つきであるという発言が正しければ、エピメニデスもまた嘘つきであり、すべてのクレタ人は嘘つきであるは正しくない。これは矛盾である。逆に、すべてのクレタ人は嘘つきであるが間違っていれば、パルメニデスは本当のことを言っており、すべてのクレタ人は嘘つきであるは本当である。これもまた矛盾である。そう考えると、エピメニデスのパラドックスは、嘘つきのパラドックスと同じ、自己言及のパラドックスになる。ただ、このエピメニデスの話は、実はある場合には、パラドックスが生じなくなるんだ。パラドックスが生じない場合を示した正しい解釈を見ていこう。解釈1は、すべてのクレタ人は嘘つきである。の否定を、すべてのクレタ人は嘘つきでない。と解釈したことから生じる。しかし、実際はすべてのクレタ人は嘘つきである。の否定は、あるクレタ人は嘘つきでない。なんだ？どういうこと？図で表すと、丸がすべてのクレタ人で、全体が嘘つきであるという属性を持っている。この命題の否定は、すべてのクレタ人は嘘つきではないではなくて、あるクレタ人は嘘つきでない。なんだ？つまり、エピメニデスの発言が、パラドックスを引き起こすのは、このあるクレタ人が、エピメニデス自身だった場合と、そもそもクレタ人はエピメニデス以外全員死に絶えていて、エピメニデスだけだった場合だけなんだ。なるほどね。場合によって、パラドックスが生じない場合もあるのか。パルメニデスが嘘つきだったとしても、他の特定のクレタ人が嘘つきでないというケースは成り立つから、その場合は、パラドックスは生じないんだ。エピメニデスのパラドックスは、場合によっては成立しないから、条件付き嘘つきのパラドックスと呼ばれることもある。ただ、エピメニデスのパラドックスは、ストア派やメガラ派の論理学者たちを悩ませて、コスのピレイタスは、その難しさに絶望して、自殺したと言われている。エピメニデスのパラドックスは、今言ったような問題が起きないより単純な形で議論されるようになるんだけど、それが一般嘘つきのパラドックスとか、単に嘘つきのパラドックスと呼ばれる問題なんだ。嘘つきのパラドックスとは、私は嘘つきである。と私が言う場合や、黒板に書かれたこの文は嘘である。という文が持つ問題なんだ。後半では、嘘つきのパラドックス自体を初めて本格的に取り上げた、バートランド・ラッセルの解決方法を見ていこう。まず、ラッセルが嘘つきのパラドックスに注目したきっかけだけど、それは当時、彼が取り組んでいた、論理学や集合論のパラドックスと大きな関係がある。論理学は、すべての命題は真か、偽のどちらかである。という日原理とか、配中率というものを認めることから成り立っている。ちなみに、現在では配中率を認めない立ち論理などの非古典論理の合理形もあるから、あくまでもラッセルたちが扱った古典論理の話だよ。そして、ラッセルたちより、さらに古いアリストテレスの三段論法やヘーゲルの論理学は、伝統論理学などと呼ばれるから少しややこしいね。少なくとも、私たちの日常世界を扱う古典論理の世界では、配中率はとても大切な規則なんだ。しかし、ここで厄介な問題が生じる。配中率自体も命題の一つなんだ。そうすると、すべての命題は真か、偽のどちらかである。真か、偽のどちらかであるが成り立つ。これは、配中率自体が、必ず真と言えない事態を招いてしまう。これを論理学の体系化の危機と捉えて、ラッセルはその解決策を探ることになるんだ。そして、気づいた人も多いかもしれないけど、集合論のパラドックスは、
嘘つきのパラドックスと同じ、自己言及のパラドックスなんだ。集合論のパラドックスと嘘つきのパラドックスを同時に解決する方法として、ラッセルはタイプ理論という方法を考えている。そのアイデアは、命題、集合二次元的階層、タイプを導入しようというものだった。まず、一次命題とは、階層の基礎となる最低時の命題であり、他の命題において語られることはあっても、自分自身や他の命題について語ることのない命題である。次に、二次命題とは、一次命題について語る命題である。この区別を導入すると、私は嘘つきである。は真である。すべての命題は真か、偽のどちらかである。は真である。のような命題は二次命題であり、自己言及のパラドックスは生じなくなる。ラッセルは、さらに N プラス1次命題とは、N 次の命題について語る命題であると考え、この理論を一般化している。なんで階層化すると、パラドックスが生じなくなるの？自己言及のパラドックスとは、ある命題私は嘘つきであるを私が主張することで、命題そのものの真偽値が影響を受けることから、生じている。だから、それを括弧に入れることで、真偽値が影響を受けないようにできるというのが、ラッセルの考え方なんだ。ただ、タイプ理論には問題もある。まず、タイプ理論は、自己言及のパラドックスを避けるという特定の目的に限定されたアドホックな理論である。つまり、場当たり的に付け足された理論で、他の目的には役立たないんだ。これは新たな理論を導入する理由としては弱いという問題がある。そして、タイプ理論は、パラドックス性を持たない自己言及文。例えばこの文は日本語であるのような問題のない文章全体にも波及してしまう。タイプ理論が、自己言及のパラドックスを防ぐという目的のみによって、導入されたのだとすると、このような理論は健全かという問題が残る。そして、これが一番問題なんだけど、自己言及性を持たない、論理的に同型なパラドックスを作ることができるということ。例えば、プラトンとソクラテスの二人がいて、プラトンは、ソクラテスは本当のことしか言わない。と言い、ソクラテスはプラトンは嘘しか言わない。という。二人が、この言葉以外何も語らない場合、嘘つきのパラドックスと同型のパラドックスが生じてしまうんだ。そして、このようなパラドックスは、タイプ理論の導入では解決できないんだ。これらの問題から、ラッセル以降の哲学者は、自己言及性がパラドックスを引き起こす原因の本質ではないのではないか、と考えるようになっていく。自分について語るという特徴が、問題の真の原因ではないのか、気になるね。現在に至っても、完全な解決と呼んで良いものはないんだけど、ラッセル以外の解決方法もそれぞれとても面白いから、また別の機会に紹介したいね。楽しみにしているよ。参考文献としては、タイプ理論が登場するラッセルとホワイトヘッドの共著プリンキピアマテマティカがあるけれど、3冊とタイプで、難解なため、論理学を専門にする研究者以外にはおすすめできないかな。一応、序論部分は翻訳があります。おすすめは、岩波新書から出ている三浦俊彦さんのラッセルのパラドックスという本です。この本は予備知識なしで、ラッセルのパラドックスの問題意識と、解決方法が理解できるので、読みやすいと思います。気になった人は読んでみてね。今回も、動画を最後まで見てくれてありがとうございます。この動画へのご意見や、今後扱ってほしい話題なども、ぜひコメントお願いします。このチャンネルでは、今後も思考実験や、哲学や心理学、学習関連の動画を上げていく予定です。高評価チャンネル登録もぜひよろしくお願いします。それでは、皆さん、お元気で。またねー。